はエビです。間違いですか？同じですか？華厳の滝を見たらお腹が空いた。お昼ご飯をここで食べます。滝、日光の名物といえば湯葉。どこのお土産屋さんでも売ってたし、どこの食堂のメニューにもあったね。お、これはそばにいろんな湯葉料理が載ってるね。ちょっと候補。日光湯葉御膳、湯葉の刺身、湯葉の煮付け、エビの湯葉巻き、湯葉と野菜のかき揚げ。これはもう湯葉祭りじゃないか。今からお前の名前はミミだ。いいかい？ミミだよ。若干予算オーバーだけど、これが日光湯葉御膳。和の食べ物が少しずついろいろ乗ってる。最初に食べるのはなんとエビの湯葉巻き。よりによって揚げ物からとは。だがこれはうまい。揚げたてのエビがプリップリうまい。ご飯は黒米、黒じゃなくて赤いけど。そして次に刺身。最初にこれからいかないかんかったね。醤油を少しつけて、おお、この独特の柔らかい食感、そして豆を思わせる香り、好きだ。次もまた揚げ物、野菜と湯葉のかき揚げ。普通かき揚げって揚げる時に固まっちゃってるけど、ここのはパーツ同士がくっついていない。うまく組み立てて成形している。うわ、玉ねぎあんまサクッとしてる。んで湯葉はボリボリしてんのね。野菜がいっぱい食べられるのが嬉しいね。また湯葉、なんかコーンフレークでご飯食べてるみたい。お蕎麦もついてきます。メニューには味噌汁って書いてあった気がするけど、どっちも汁もんだからいいけど、結構甘めのつゆ。次は巻き湯葉の煮付け。箸で切っていただきたいところだけど、食べれば柔らかいのに切れない。あ、切るの諦めたね。煮汁が大量にあふれたね。これうまい。甘辛い味付けがご飯に合う。刺身と比べれば刺身の方が柔らかな食感だけど、そしてまたかき揚げに戻る。食べ応えがありますね。もうほぐすのがめんどくさくなってきたね。塊のままいきます。この方が天つゆをよく吸う気がする。湯葉が目的でいろいろ食べられて嬉しいけど、湯葉以外のちょっとしたおかずもあるのが嬉しいよね。まだ湯葉刺身あります。そしてまた美味しい。おっと、煮付けにはご飯が必要だ。でもどの料理もご飯に合うものばっかりだから、もっとご飯が欲しいところだ。なるべくセーブして米を食べているのだ。ほら、ひじきなのに米食べてないもん。そしてかき揚げもとうとう最後の一口。結構大きい一口だったけど。ひじき食べるけど、どうやらエビは最後に残してるらしい。最後の湯葉刺し、ゆっくり丁寧に堪能します。美味しかったね。あ、まだ一切れあった。さあ、最後に取っておいたエビの湯葉巻き。ほら、美味しかった。よかったね。漬物で締めましょう。あ、きゅうりが塩辛い。はい、ごちそうさまでした。と思ったらなんか追加できた。メニューにあった湯葉屋さんの冷ややっこか。やけに黒いが米も黒かったしな。ってこれ甘いわ。水羊羹だが。羊羹なんて何十年ぶりに食べる？まあ冷たくてデザートには良かったけどね。揚げた湯葉が乗っているのが湯葉御膳として徹底していていいけどね。今度は本当にごちそうさまでした。